私は今回私が使っている読書ノートについてご紹介してみたいと思います。私はほとんどのノートを今トラベラーズノートでまとめて使ってるんですけど、ここにあるキャメル色以外にも結構いろんな種類の、最近出た限定カラーのオリーブエディションとか、なんかブルーエディションとか、そしてなんかブラウンとかブラックとかいろんな色を結構他のノートとして全部活用して使ってるんですけど、今回読書ノートと使ってるのはキャメル色のこのノートなので、今回はこのノートについてちょっとご紹介してみたいと思います。まず私はこうノートを3冊ぐらいをほとんど入れて使ってるんですけど、ここの読書ノートの場合、このようにマンスリーノートとして1枚を入れて、そして後ろの2冊はこういうふうに方眼ノートとして使っています。で、前のその月間ノートのところにはこのように自分が読んだ本が一目で分かるようにこうやって本の表紙をプリントしてつけてるんです。で、このようにつけていると、例えばこういうスーツァンの恋っていうその本の場合は2月25日に監読したっていうことでここにつけて、またここになんか自分なりのその本に対する評価というか、本に対する評価って言ったらちょっと生意気でダメだと思うんですけど、本に対する感想ですね。それをなんか星として表現してて、これはこういう星印のスタンプを利用して使っています。で、ここでまず言わないといけないのは、私韓国人なので、普通このノートの書いてるものは普通は韓国語になります。で、このように月間ノートを活用して使って、後ろにあるこの方眼ノートの場合はレビューを書いてるんです。で、ここにもこのように本の表紙をプリントしてもうちょっと大きくして使ってるんですね。で、これをプリントしてつけた後で、本のタイトルとかいろんな概略の情報などを書いて、それでここに下の方に自分の感想とかレビューを書いている仕組みになってるんです。で、ここでは本の表紙をつけてるので、やっぱりなんて言うんですか、紙の厚さが厚くなってしまうんですね。なので他のところではあんまりなんかステッカーをつけたりなんか貼ったりするのはなるべくしないようにしてます。で、その代わりに私の場合はスタンプを結構活用してるんですけど、まず上にこのように日付のスタンプを利用していって、そのレビューを書いた日付を書いてます。これは基本的に前にある月間ノートのそういう日付と一致するようにしています。で、そしてその下にさっき月間ノートにも使ってたようなこの星印のそういう星のマークのスタンプを取ってて、自分なりのそういうなんか点数をつけたりしてます。そしてここにあるツインクっていうところもなんかスタンプでやってるんですけど、このように5ミリ方眼ノート用に出てるそういうスタンプを購入してて活用してます。で、そしてここにはないんですけど、後ろに行ってみるとこのように赤く茶色なんですけど、こういうふうにポイントとして書いてるところがあるんですよね。こういうのもこのようなポイントっていうスタンプを利用してて、自分が本読みながらすごく良かったところとか残っているところをここに写して書いてます。で、基本的に私万年筆で書いてるんですけど、このようなタイトルの場合はパイロットで出てるヘリティジのFAニブを使ってるフラキシブルニブを使ってるんですよね。これでなんかちょっと色も違くしててインパクトを入れるっていうか、ポイントとしてこういう風にタイトルを書いてます。で、そして内容とかいろんなほとんど一般的なメインになるものはこのようなプラチナのセンチュリーっていう万年筆で書いてるんですけど、ブラックのインクを使って書いてるし、これはやっぱり5ミリの方眼ノートに書いてるので、ちょっと細いタイプの UEF ニブを使ってます。
でこのようにポイントのところにもなんかこう同じプラチナのセンチュリーの UEF2 部を使ってるんですけど、色だけ違うバーガンディ色にしてって、茶色のステンプと同じようにしてって、このように活用してます。でこのようにこうやって、日本の本も入ってたり韓国語の本も入ってたりするんですけど、自分が読んでいる本をこういうふうにこう徐々と書きながらこう読書ノートを作っているところですね。はい、このように活用してるんですけど、ちょっと今回初めて動画をこう撮ってみたのでちょっと緊張してて、よく伝わったかわからないんですけど、機会があれば次の時にも他のノートが紹介できればいいと思います。ありがとうございます。